どうも、モブです。今回は、オプション効率についての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、今回のアップデートで、水しの旬の最大レベルが、150まで拡張されたよ。また、活動支援金を貯めていた人は、すぐに150まで上がったと思うけど、これはチャンピオンシップの際に、レベルが上がりやすいように変更すると言っていたので、バグではなく仕様になるね。そして、今回のアップデートでは、アップグレーダーのセルナ夫人が追加され、水しの旬及びハンターの基本ステータスや戦闘力が大幅に増加したよ。そのため、特定のコンテンツを除き、攻略が楽になったり、スコアをより伸ばせたりするようになったけど、一部のプレイヤー目線では、アーティファクトなどでメタの変更が起きたのかが気になっている人もいるようだね。そこで、今回は、どのような変化があったのかを簡単にまとめてみたよ。まずは、水しの旬についてだよ。はじめに、メインオプションに攻撃力を設定できる部位では、攻撃力%が優勢だったけど、今回のアップデートで基礎ステータスが大幅に増加し、効率が逆転したよ。また、かなり大きい差が生まれることになるため、完全に作り直す必要がありそうだね。次は、メインオプションに攻撃力関連のステータスを設定できない部位についてだよ。これらの部位では、追加攻撃力に比べて攻撃力%の方が少しだけ優勢だったけど、アップデート後にはその差がさらに広がることになったよ。そのため、作り直す必要はないけど、より攻撃力%に多くの強化値をつける意味が出てきたかな。また、攻撃力だけでなく、防御力や HP にも大きな変化があったようだね。特に、水しの旬の場合は、基礎防御力が低いため、アーティファクトに関しては、追加防御力の方が、より大きい数値を獲得することができるよ。次は、ハンターについてだよ。今回も、前回の動画と同じように、高坂雫で検証をしていくよ。まずは、防御力のステータスを自由に設定できる部位についてだよ。これまでは、ステータス%が優勢だったけど、アップデート後には、その差がさらに縮まり、ほんのわずかに%が優勢になるね。次は、メインオプションに、防御力関連のステータスを設定できない部位についてだよ。これは、追加ステータスが圧倒的に有利な状況だったけど、アップデート後には、ステータス%が優勢になるかな。そのため、水しの旬も含め、アーティファクトの作り替えが必要になるよ。次は、コアについてだよ。これは、基礎ステータスが大きく変化したため、当然の仕様にはなるけど、コアにも優劣の変化があったので紹介していくよ。まずは、攻撃力3小のハンターについてだよ。今回は、基礎ステータスが低いフェルンで検証してみたけど、攻撃力%のコアを装着した方が、2000近いボーナスを獲得することができたよ。そのため、水しの旬を含め、攻撃力3小のキャラには、攻撃力%のコアを装着するようにしよう。また、アーティファクトやコアの攻撃力以外のステータスでは、ハンターの基本能力値に応じて、ステータスの効率が変化するよ。そのため、より高いステータスや戦闘力を確保したい場合には、2つのオプションの付け外しを行い、ステータスを確認するようにしよう。次は、防御力3小のハンターについてだよ。今回は、基礎ステータスの低い水しの葵で検証してみたけど、防御力%のコアを装着した方が、1600に近いボーナスを獲得することができたよ。そのため、防御力3小のキャラにも、防御力%のコアを装着するようにしよう。また、アーティファクトやコアの防御力以外のステータスでは、ハンターの基本能力値に応じて、ステータスの効率が変化するよ。そのため、より高いステータスや戦闘力を確保したい場合には、2つのオプションの付け外しを行い、ステータスを確認するようにしよう。次は、HP 参照のハンターについてだよ。今回は、基礎ステータスの低いメイリンで検証したけど、HP% のコアを装着することで、
4000に近いボーナスを獲得することができたよ。おそらく HP 参照のキャラに関してはパーセントに移行してた人が多いと思うので、攻撃力や防御力参照に比べると影響は少ない感じかな。またアーティファクトやコアの HP 以外のステータスではハンターの基本能力値に応じてステータスの効率が変化するよ。そのためより高いステータスや戦闘力を確保したい場合には2つのオプションの付け外しを行いステータスを確認するようにしよう。そして HP 参照のハンターは攻撃力や防御力参照のハンターに比べるとアーティファクトの効率の逆転が早めに起きる可能性があるので注意してね。最後にまとめだよ。今回のアップデートでは最大レベルの拡張やセルナ夫人の影響により基礎ステータスや戦闘力が大幅に増加したよ。またアーティファクトやコアに関しては追加ステータスからステータスパーセントにメタが変更し大きな変化が起きたことになるね。そして海外では苦労して作ったアーティファクトが短期間で無駄になってしまったためかなり問題になっているよ。そのため最新の開発ノートではこの問題を重く受け止め6月に調整を行うみたいだね。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。